箱のインパクトがある分辛めです。持続可能な基準を見方から食べるようにしています。なんだか思ったより量を気にしておくべきでした。バターに乗り切らなかったで、ノート型みたいな。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。デソブリーラグジュアリーベルギービスケット 1kg 1888円です。ベルギーの大手菓子メーカーデソブリーが誇る12種類のビスケットが 250g ずつパックされているとのことです。ポップには長さ1メートルと書いてありましたが、82.5 センチです。2針近く裏切られてますけれども、インパクトはありますね。原産国はベルギー、賞味期限は来年の8月です。約10ヶ月です。箱のインパクトがある分運びにくいし出しづらかったです。4つのトレイに分かれていて、トレイのサイズは21センチと23センチです。フィンガーチョコは5本、サブレは3枚。他はすべて2個ずつ重なっています。シガールみたいなのはクリスタル、それぞれに名前がついてますけれども、フランス語ですかね。なのでほとんど読めません。読めるもんか。ハート型は girl で心臓って意味です。チョココーティングは厚めで少しブルームも出てますけれども許容範囲です。輸入チョコなら仕方ないですね。このブツブツはライスパフです。形は12種類あり、チョココーティングも中のビスケットもそれぞれ違うものなので食べ飽きないです。正直ビスケット自体は普通ですが、ベルギーならではのチョコは美味しいです。テリーズチョコレートオレンジ1538円です。オレンジオイルを使ったチョコでオレンジ型を模しています。メルマガ掲載品でコストコでは新商品ですけれども、昔からある人気の輸入チョコレートです。オリジナルミルクが2箱とダークが1箱。原産国はフランス。賞味期限は来年の12月です。約1年と1ヶ月です。重さは 160g、丸ごと1個だと 838kcal です。底を叩きつけるとオレンジの房が分かれるとのことなのですけれども、手応えがないのでもうガンガン打ちつけてしまいました。でもガンガンやらなくても分かれます。くっついてても簡単にほぐれるので、もうガンガンする必要はないですね。逆にやりすぎると粉々になっちゃいそう。直径は 65mm くらいです。房は20個でした。分厚いところで 9mm くらいです。2枚で 16g、84kcal です。オレンジの果肉デザインは片面だけですけれども、ちゃんと皮も表現されてて面白いです。この日は気温が高かったのでチョコが溶けやすかったのが残念ですけれども、ギミックが効いてて面白いと思いました。オレンジオイルが効いていて、オランジェット好きにはもう満足の味わいです。普段チョコはダークが好きなんですけれども、これに限ってはオリジナルミルクの方が美味しいと私は思いました。ドッツドーナツ12個入り1368円から300円オフです。セールは11月13日までです。常温保存ですけれども、解凍したばかりかな。朝はキンキンに冷えていました。4種類が3個ずつ、A アソートと B アソートがあり、A アソートにしました。原産国はスペイン。賞味期限は11月14日です。購入日含めて4日です。ちなみに来週はエグゼクティブ会員限定でミニクロドットが200円オフになります。チョココーティングのはシュガーがまぶしてあるものよりも大きいです。ホワイトチョコのは 70g、ピンクのは 50g、チョココーティングは 60g、シュガーは 45g です。
直径は8センチくらい。ホワイトチョコの直径は9センチくらいです。カロリーなど栄養成分もバラバラでしょうけれども、100g は432キロカロリーです。日本人の口に合う甘さのものをチョイスしてあるとのことで、甘さは控えめで美味しいです。ドーナツ生地はしっとりふんわりです。人工着色料とトランス脂肪酸の原因になる油脂は不使用。持続可能な基準を満たしたパーム油のみを使用とのことです。新宿中村屋スープカリー1680円から300円オフです。コストコで人気の定番品ですが、私は初購入です。320g が5袋入りです。製造所は記号なので分かりませんが、賞味期限は来年の8月です。約10ヶ月です。レンジ不可なので、お鍋にアルミパウチを入れて8分ボイルします。開けた途端にスパイシーな香りが広がり、もう家族がそわそわしだしました。大きめ具材がゴロゴロと入っていて美味しそうです。ゆで卵が1個、レンコンは2個、人参は1個、じゃがいもは2個、グリルした骨付き手羽元が1本です。パッケージイメージに偽りなしですね。根菜の煮込み具合は絶妙で、硬すぎず柔らかすぎず、チキンはホロホロと崩れるので骨から外しやすく食べやすいです。スープはやはり辛めです。家族が辛いのが苦手で、私と主人はギリギリの辛さでした。娘は食べられませんでした。でもただ辛いってわけではなく、深みのある味わいなので、とても美味しいと私は思いました。雪印メグミルク1日分の鉄分飲むヨーグルトプルーン 190g が9本738円から150円オフです。1本あたりは 65.33 円。製造は神奈川県。賞味期限は11月17日です。約1週間です。色は白くさらっとしたヨーグルトです。プルーンの味は弱いです。飲みやすくて美味しいです。チョンカキャベツキムチ 700g 998円から150円オフです。秋の新商品です。セールになるのを待ってました。セールは11月14日までです。製造は韓国。賞味期限は11月27日です。約2週間です。ちなみに白菜キムチ 1.2kg は798円です。入れ物が壺型なので混ぜやすいですね。キムチは下の方から食べるようにしています。サラダキムチというだけあってキャベツがシャキシャキしています。辛さは強めですけれども美味しいです。せっかくのシャキシャキ感なので、豚キムにするなら炒めずに混ぜるか添えるかにした方が良いと思いました。ポン・デ・ケージョ24個入り998円から200円オフです。娘が好きなのでリピですけれども、冷凍庫でかさばるので空いている時しか買いません。ブラジルでポピュラーなパンだそうです。製造は岐阜県です。賞味期限は来年の9月です。10ヶ月ですね。自然解凍後にオーブンかトースターで加熱しますが、レンジとトースターを両方使った方がスピーディーです。今回は170度に予熱したオーブンで5分加熱しました。柔らかくてもっちり、チーズの味しっかりで美味しいです。ムール貝バターガーリック味980円から200円オフです。454g が3パック。味付けして冷凍してあるので、フライパンかレンジかボイルで貝が開くまで加熱します。原産国はチリ。賞味期限は2024年の4月です。約1年半です。フライパンに出してみると、なんだか思ったより量が多いです。
蓋をしてやや強火でフライパンを揺すると貝が開きます。すべて開いたら出来上がりです。この日はちょっぴーのもあったので献立を失敗した感ですね。ワインにも合いますし美味しいんですけれども、しょっぱいのでそんなに食べらんないです。チョッピーのスープ1880円から200円オフです。メルマガ掲載品です。コストコデリで人気の準定番品ですけれども、実は初購入です。加工日は昨日、消費期限は明日です。加工日含めて3日です。上段にはエビが4尾、刻んだセロリと玉ねぎ、マッシュルーム、ミニトマト、レモンとパセリは避けておきます。二重になっているので気をつけつつ外します。下段のスープにはムール貝が8個、アサリが14個、タラが9切れ、イカは数えてませんけれどもたくさんあります。すべて加熱してあります。ムール貝とアサリが割れていたせいもあり、下の方に破片があって危ないなーって感じたのと、アサリの味噌汁あるあるでジャリッとするのが苦手なので、このスープの下の方は申し訳ないけど飲みません。捨てちゃいます。具材がわかるようにざるでこしてみたんですけれども、濃厚なトマトソースがもうざるの面に詰まってしまいました。ブイヤベースよりもトマトが多いんですね。下段に入っている分をすべて鍋に移し、上段の野菜を入れて加熱します。セロリは苦手ですけれども、このスープには合っていましたので入れてよかったです。鍋は直径21センチ、高さ11センチのホーローです。吹きこぼれないかとヒヤヒヤしたので、もう少し大きい鍋を使えばよかったなと思いました。温度が上がったらエビを加えて、エビに火が通ったらパセリを追加して火を止めます。スープはピリ辛ですけれども、辛いのが苦手な娘でも食べられました。ヒーヒー言ってましたけれどもね。エビの殻むきが家族が嫌がるので、私が4つとも剥いて差し上げましたが、エビの背わたがしっかりあったので、それも取るのが大変でしたね。そういう処理はしてくれてないので、先にしておくべきでした。レモンはお好みで使うんだと思います。ローストビーフサラダ1780円です。新商品となっていますが、毎年ホリデーシーズン用に登場してます。加工日は今日、消費期限は明日です。昨年と違う点は、ローストトマトのオイル漬けとスライスアーモンドがトッピングされていることかな。あと、ロメインレタスの量がやけに多くて、プラターに乗り切らなかったです。今まではね、プラターにちゃんと全部乗り切ったんですよ。ローストビーフのみの重さは 243g です。薄切りで大きめ、野菜を巻いたりしやすく、食べ応えもあります。アップルビネガーソースとの相性も良くて美味しかったです。ノエルフエカタラン 190g が2本入り1798円です。秋の新商品です。白カビサラミを食べてみたいと思ってたので買ってみました。長さは34センチの細長いサラミです。原産国はスペイン。賞味期限は来年の1月です。購入日から2ヶ月です。1ミリから2ミリくらいの薄切りにします。残った分は切り口をラップして全体をキッチンペーパーで巻きます。白カビが呼吸をしているのでラップしちゃダメなんだそうです。でもペーパーだけじゃ心細いので袋に入れちゃいました。ハート型みたいな形のもありますね。お味はカマンベールとサラミを一緒に食べたような感じです。美味しいです。今週のお酒はガロドーロゼゼルバテンバリカスビーニョレジョナルリスボアポルトガル産の赤ワインです。キャンペーンでいただいたものでコストコとは関係ありません。フルーティー&スパイシーのバランスが良くて飲みやすく、深いコクと果実の甘い香りがエレガントです。贅沢な味わいで美味しいです。おすすめは肉料理とのことですが、魚介にもよく合います。
もちろんチーズやサラミ、ドライフルーツなどのおつまみとの相性も抜群です。今週のメニューはローストビーフサラダ、白カビサラミ、チョッピーノ、ムール貝のガーリックバター、ポンデケージョ、オレンジチョコ、カマンベールとレーズンです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。